筋肥大の結果を最大化するためのセット数と頻度の組み合わせのガイドライン。次のセッションまでに回復できる量を行った場合、高頻度の方が肥大結果は優れると考えられます。結論から言うと、全身プログラムで1から3セット筋肉に対してを週3回、もしくは上半身下半身プログラムで3から5セット筋肉に対してを週2回が現在利用できるデータから導き出される最も効率のいい方法になります。高頻度のプログラムがどれだけ優れているかというと、例えば1セットを週3回合計3セット、3セットを週2回合計6セット、8セットを週1回合計8セット。これらは計算上萎縮効果がない世界では同じような結果を生み出しますが、現実ではありえません。現実にトレーニングを行ったら最高48時間の筋肉合成期間を経てすぐに萎縮が開始すると考えられます。現実世界の萎縮効果を計算に入れた場合、上2つの場合と比べると8セットを週1回行う場合はかなり劣った結果になります。これらはクリス・ビアズリーが提唱している肥大モデル Weekly Net Stimulus に基づきます。詳しく知りたい場合は彼の記事を読んでください。Weekly Net Stimulus とはトレーニング肥大刺激の合計から週ごとの萎縮効果を差し引いたものです。現在利用できるデータからそれらを数値化します。簡単に説明します。ボリュームと肥大の関係を調べたメタアナリシスによると、ボリュームと肥大の関係は疲労損傷のため非線形であり、最初の1セットが最も多くの肥大刺激を与え、後続のセットは刺激が減少していくことを示しています。このデータを使って各セットに肥大刺激を表す任意の単位を与えます。例えば1セットは単位1、6セットは単位2です。計算すると1セットの肥大刺激を倍にしたい場合には6セットを行う必要があります。このことからこの単位が割り当てられている理由が理解できると思います。そしてこれにメンテナンス文献週1回3セットは維持のデータを組み合わせると、各セットを実施した場合のトレーニングの筋肉合成から萎縮が完了するまでの時間および日数の経過でどれだけの刺激単位を失うかということがわかります。図にあるように計算上は萎縮が開始すると日ごとに 0.32 の単位を失います。成長していくためには肥大刺激を与えたら萎縮が完了するまでに次の刺激を入れなければなりませんが、次のセッションを入れるには回復している必要があります。そこで疲労文献の各セットの回復までの時間も組み合わせると、最も正味の刺激を与えるセット数と頻度の組み合わせを導き出せるということです。ポイントはどれだけ初期のセットを積み上げるかになります。つまり回復可能な限り高頻度の方がいいという結論になります。ボリュームが同じなら頻度は関係ないという話を聞いたことがあるかもしれませんが、多くの研究が次のセッションまでに回復可能なセット数を使用していないことがこの結論を導いている原因である可能性があります。実際メンテナンス文献では週1回3セットは維持なのに対して1セットを週3回行った文献では肥大しています。また他の頻度に関する文献でも週1回9セットよりも3セットを週3回の方が肥大結果は優れていました。回復可能なセット数であれば高頻度の方が結果が優れています。では回復までに何日必要なのでしょうか。疲労文献は回復までの時間のガイドラインを与えてくれます。8セットは約5、6日、6セットは約4、5日、4セットは約3、4日、2セットは約1、2日。これらから1、3セットは1日おきにトレーニングできる可能性が高く、3、5セットは2日おきにトレーニングできる可能性が高い。しかし6セット以上は週1でしかトレーニングできない可能性が高くなります。これをプログラムに当てはめます。最高頻度はセッションとセッションの間に1日休みを挟む週 3.5 日のプログラムになります。もう少し一般的なプログラムに当てはめた場合のおすすめは、全身プログラムで1、3セット筋肉に対してを週3回、もしくは上半身下半身プログラムで3、5セット筋肉に対してを週2回になります。
これらは計算上最高の結果を生み出します。このプログラムと合わせ、疲労と損傷の影響をできるだけ抑える工夫も必要です。そうしなければ想定しているより疲労からの回復時間が伸びる可能性が高くなります。5から 8RM の重量を使用。10レップスを超えてくるようなセットはできるだけ避ける。軽負荷は疲労を増やします。1から 2RIR で行い、失敗を避ける。限界まで行うのではなく、1、2レップスの余裕を持ってセットを終えてください。失敗と 0RIR は同じです。セットの最後のレップは疲労への影響が大きいため、基本的には避けてください。1セットしか行わない場合、現在の実力を確かめたい場合、最後の1セットのみなどの場合に必要に応じては使えます。ワーキングセットの前に休憩を2分以上5分以内取る。休憩は長い方が代謝産物関連の疲労などをある程度称賛できます。ストレッチポジションのエクササイズを多用しない。可動域の身長位置にトルクのピークが来るエクササイズのことです。これはストレッチ活性化イオンチャネルによるカルシウムイオン流入による損傷などの影響を避けるためです。最後に、すべての研究はガイドラインです。確実に機能するあなたにとって最も効率のいいプログラムを知るには、目安の最大セット数ではなく、最小セット数から試してください。プログレッシブオーバーロードが順調に発生しているなら、その時点でプログラムを変える必要はないですが、もう少し増やしてみたいという場合は、1セットを増やして様子を見るということをしてください。PO が鈍る場合、何かが間違っている可能性があります。いろいろな考え方があると思いますが、筋肥大を最大化することが目的ならば、この肥大モデルは参考になると思います。ぜひ試してみてください。